これはね、水族館だよ。こんにちは、ゆうきです。今回は、この文法を一緒に練習しましょう。ビデオには4つのパートがあります。1、使い方の例。2、文法の説明。3、練習問題が2つ。そして4、会話練習です。この文法を知って、会話の中で自然に使えるようになりましょう。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではまず使い方の例です。どうぞ。あれ？今日って何日だっけ？1日だよ。ああ、そっかそっか。レポートも終わったし、今日は思いっきり遊ぼうよ。レポート？先生、そんなこと言ってたっけ？何度も言ってたよ。言ってたかも。やばい、やってないよ。そのレポート、いつまでだっけ？昨日まで。これはわからないことや忘れてしまったことを確認したいときに使う文法です。会話の中で使うことが多いので、あまりフォーマルではありません。けの前の言葉は普通形か丁寧形です。普通形とは何ですか？例えば普通形の動詞は食べる、食べない、食べた、食べなかった、食べられる、このような形です。そして丁寧形の動詞は食べます、食べました、食べません、食べませんでした、食べられます、このような形です。そしてこれは動詞だけではなく、い形容詞、な形容詞、名詞も使うことができます。なので、友達と話すときは、普通形がいいですね。今日テストあるっけ？そして、目上の人と話すときは、丁寧形がいいですね。今日テストありますっけ？そして、この文法は、んだっけ？んでしたっけ？という形もよく使います。今日テストあるんでしたっけ？という形です。そして最後にもう一つ大切なポイント。次のテスト来週だったっけ？先生、来週の話なのにだったは変です。はい、この文少し変ですよね。来週は未来のことなのにだった過去形を使っています。未来なのに過去形です。実はこの文法は過去に知ったこと、聞いたことを確認したいとき、今や未来の話でも過去形を使うことができるんです。私は今より前、過去にテストの話を聞きました。でも忘れちゃったので確認したい。その時、来週だったっけ？この形は正しいんです。もちろん、来週だっけ？これも使います。どちらでも大丈夫です。他にも、明日休みだったっけ？とか、次の会議はいつだったっけ？この文も同じルールで使うことができます。では、次は練習問題です。どうぞ。練習1。このマーク、なんだっけ？オリンピックですね。5つの丸。五輪です。オリンピックは何年に一度ですか？4年に一度ですね。オリンピックには夏季オリンピックと冬季オリンピックがありますよね。夏季オリンピックは夏のオリンピック。冬季オリンピックは冬のオリンピックです。皆さんはいつもオリンピックを見ますか？私はすべての競技を見ているわけではないんですが、
時間があるときはいろいろな競技を見ています。特に開会式を見るのが好きです。ワクワクします。あとは開会式の時の各国の選手が入場してくるところを見るのも好きです。さて、オリンピックの話をしている時、友達が言いました。次のオリンピックは次のオリンピックははい、ここはどんな答えが作れるでしょうか？今から10秒で考えてみてください。いいですか？ではどうぞ。はい、どうですか？一つ目の例、オリンピックはいつだっけ？いつだっけ？いつだったっけ？どちらもいいです。オリンピックは4年に一度でしたよね。でも、いつだったか忘れてしまいませんか？前のオリンピックはいつだったっけ？ちなみにこのビデオを撮影している今は2023年です。前のオリンピックは2020年でした。実際はコロナウイルスの影響で2021年でしたね。なので次のオリンピックは2024年です。来年です。もうすぐですね。冬季オリンピックは2026年です。次の例。次のオリンピックはどこだっけ？どこだったっけ？これもどちらでもいいです。そうですよね。いつだったかすぐ忘れてしまうし、どこだったか、これもすぐ忘れてしまいますよね。オリンピックは毎回開催国が変わります。開催国というのはオリンピックがある場所のことです。2020年の時はどこだっけ？日本の東京でした。じゃあ次はどこだっけ？フランスのパリです。2022年の冬季オリンピックはどこだったっけ？これは中国の北京でした。じゃあ次の冬季オリンピックはどこだっけ？イタリアのミラノです。このいつだっけ？どこだっけ？というフレーズは本当によく使います。他にも誰だっけ？どれだっけ？どっちだっけ？なんだっけ？どうだっけ？どうするっけ？などの疑問の形もよく使うので、ぜひ覚えていただくと便利です。練習2、皆さんは会社の同僚、アルバイトの仲間たちとお茶をすることはありますか？お茶をするとは、カフェなどへ行ってお茶やコーヒーを飲むことです。お茶をする、お茶すると言いますが、別に飲み物は何でもいいです。お茶じゃなくて、コーヒーやジュースでもお茶すると言います。カフェでちょっと休みたい時や話したい時にお茶しますよね。あと、道で男の人が女の人にナンパする時、ナンパ。デートしよう、遊ぼうってことですね。ナンパする時も、かわいいね、お茶しない？って言うらしいです。はい、それはどうでもいいんですけど、ここはカフェです。2人の女の人がお茶しています。山田さんと鈴木さんです。楽しく話をしています。その時、鈴木さんが山田さんに聞きます。山田さんのはけ。山田さんのはけ。はい。ではここはどんな文ができるでしょうか？今から10秒で作ってみてください。それではどうぞ。はい、できましたか？山田さんの
はけ。本当にたくさんの文ができると思います。いくつか紹介します。一つ目の例、山田さんの地元はどこでしたっけ？山田さんの地元はどこでしたっけ？地元というのはいろいろな意味がある言葉です。でもここではふるさと、故郷、出身、このような意味と大体同じです。そしてどこだったっけ、どこだっけも OK です。もちろん丁寧に話すときはどこですっけとかどちらでしたっけという言い方はすごく丁寧ですね。あと山田さんの地元は大阪でしたっけ、これもいいです。前に聞いた気がするけど確認したいという感じで使いますね。次の例、山田さんの家は会社から遠いんだっけ？遠い、いい形容詞です。反対に山田さんの家は会社から近いんだっけ？近い、こちらを使ってもいいです。他にも山田さんの趣味はギターだっけとか、山田さんのお兄さんいくつだっけ？いくつ、何歳ですかと聞いています。もう本当にいろいろな文が作れます。皆さんはどんな文ができましたか？最後は会話練習です。あなたは学生で、私は日本語の先生です。あなたは前に勉強した言葉を忘れてしまったので、先生に聞きたいと思っています。けを使って一緒に話しましょう。それでは準備はいいですか？いきます。おはよう。週末はどうだった？へえ、いいね。どこに行ったの？それはね、水族館だよ。はい、できましたか？あなたは場所の名前が思い出せませんでしたね。どんな場所に行きましたか？魚とか海の動物がいて、それを見るところですね。この場所は日本語でけ。はい、では答えです。いくつかパターンがあるので紹介します。1、日本語で何でしたっけ？ 2、日本語で何ですっけ？ 3、日本語で何て言いますっけ？ 4、日本語で何て言いましたっけ？ 5、日本語で何て言うんでしたっけ？今5つ紹介しましたが、どれも大体同じ意味です。どれを使ってもいいと思います。皆さんも経験したことがあると思います。頑張って勉強したのに、使いたい時に出てこない。忘れちゃった。日本語でなんて言うんだっけ？ありますよね。私もあります。悔しいですよね。そんな時はぜひこの文法を使ってみてください。お疲れ様でした。会話の中でぜひ使ってみてくださいね。ちなみに私が住んでいる京都では関西弁を話します。関西弁は京都や大阪などで話している言葉です。関西弁ではだっけはあまり使いません。やっけ、こちらを使うことが多いです。なので、明日テストだっけじゃなくって、明日テストやっけという形になるんです。これは覚えなくても大丈夫です。もし関西で聞くことがあったら思い出してくださいね。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次のビデオでお会いしましょう。またねー。